中する心をそこに向けるように訓練します。この状態であれば呼吸が一番適切だと思います。吐いてる吐いてる吐いてる吸ってる吸ってる。ここには期待もないし評価もないしいい悪いもないし過去も未来もないんですね。ただ今しかないです。お願いします。前回は執着についてやったんですけど、自分の悩みって執着してるものから生じてることが多かったりするんですよね。で、人によって執着する対象って、人かもしれないしお金かもしれないし仕事かもしれないし、いろいろあるんですけど執着って何かなっていうのの説明をして、じゃあ自分はどうかなっていうふうに見てもらったんですね。あれからどうですか？なんか気づいたりそこは違うよなっていうような、ところに行き着いて、今は、これは私の問題なんだみたいな、ちょっと一呼吸を受けるようにはよかった。そう早く気づいてよかったですねもうこれ気づかないで一生置いていく人もで、その話の流れで前回のちょっと流れだったりちょっとそれを掘り下げた感じの話なんですけど、まずですね、執着について。行動は執着と嫌悪のどちらかに基づいています。だって行動って毎日自分の行動全部置き換えて考えてみると、やりたいかやりたくないか、避けたいか手に入れたいかのどっちかじゃないですか。どっちでもないっていうのはなくはないけど、でもトイレに行きたいっていうのもしたいってことだしなんか食べたいっていうのも食べたいってことですよね。そうあとどっかに行きたい、どこに行きたくない、誰かに会いたい、誰かに会いたくない、どっちかに偏ってますね。そういうふうにちょっと自分の行動を見ていくと、好きなこと、好きな人、好きなものに囲まれることが幸せなんじゃないかっていうふうに一般的にはそういう価値観がありますよね。でもヨガだとそれって結局好きにとらわれてる、執着にとらわれてますよね。好きなものがないと幸せになれない、好きな人に囲まれていないと、満足できないとか安心できないっていうふうに条件づけられた一時的な幸せですよね。でも好きな人はいずれこの世から去ってしまいます。自分が先に去っちゃうかもしれないですよね。物だってなんかその劣化したりとか何かの条件で手放さなきゃいけなくもなるし、じゃあまた手に入れればいいじゃないって言うけど、その手に入れないと幸せになれない、満足できない、安心できないっていうのがいつまでも苦しいですよね。弱い心になっちゃうんですね。好きなものに囲われてばっかり、嫌いなものはやらない、全部遠ざけます、避けて避けて避けてってやっていくと、どんどん体への執着、欲望からさまざまな欲望と悩みが生じます。どういうことかっていうと、体をきれいに保ちたいとか安全に保ちたい、体が劣化しないように、健康を損なわないように、健康イコールもう幸せっていうなんかこう思いがありますけど、そのために衣食住こうしたいああしたいが出てきますよね。衣食住をこうしたいああしたいのためにはお金が必要です。お金を得るには仕事が必要です。だからその衣食住こうしたいああしたい、私は肉体だっていう意識、それが無知なんですよってヨガではいろんなところで言います。体は道具でしかないです。私そのものじゃないです。存在を証明するものじゃないんですね。だって死んじゃっじゃあ日々のヨガの実践って何なのか。幸せは外の世界にはありませんさっき言ったんですけど、快楽と幸福は違います。私たちは快楽を幸福と混同しています。快楽っていうのは一時的なものです。条件付けられた快適さです。
快楽って苦しみが生じるんだなっていうのが分かってれば、まあ美味しいしとか、まあ、楽しいしっていうのはあるけど、まあそれは来ては去っていくものだなって分かるから、まあ、その時その今をすごく大事にしますし、なんか後になってもぐじぐじああだこうだってやらないようになりますよね。だから快楽と幸福を取り違えない。私はあっても何か物とかね、あってもなくてもなくなっても大丈夫っていうのがなんとかなるっていうか、幸せとそれは関係ない。所有物の有無とか所有物と私の幸福は関係ないんですよっていうことですね。なんかね、苦しみとか痛みとかを感じた時、すごく不安になったり嫌だなと思ったりするかもしれないんだけど、強さや優しさを学ぶ機会だと思ってください。そういうのを体験してる人が、そういう忍耐が強くなったりとか、誰かのことを慈しむ気持ちが、自分がその辛い思いしたからあなたにもそういう思いをさせたくないわっていうふうに手を貸してあげたりできますよね。気持ちが分かってあげると寄り添うことができますよね。だから怒ることが起きちゃったら、もうそれは起こるべくして起こっちゃったので、じゃあどういうふうにエネルギーを使うかっていうことになります。このキャラクターはこの体を持ち、こういう家庭に育ちとか、今はまだこういう家族関係とかこういう仕事を持ってるこのキャラはそれを観客として見てるって感じですね。役者はその演じてる役が自分そのものって思ってないですよね。その撮影が終わったらいつまでもその役のままずっと生活してるわけじゃないですよね。私たちはそれが起こっちゃってるんですね。母親っていう役割が私そのものって思ってるから、母親っていう役割が果たせないとってなんか不安になったりとか。一人の人間なんだけど母親そのものではない、それは役にしか過ぎないんですよ。ただその仕事として母親っていう役を演じてくださいって言われてるから、それはちゃんと演じないと仕事を放棄したらそれなりにペナルティーがきますよね。だからその仕事と役割得た役割はやんなきゃいけないんだけど、それそのものじゃないですよねってことです。役割の方を自分だと思ってる。母っていう役割、娘っていう役割、姉とか妹っていう役割かもしれないし、仕事上の立場かもしれないし、それは役割で自分そのものじゃないんですよね。一人の存在です。それをちょっと覚えてもらえるといいです。はい。ということで、大体1時間半くらいなのでこれで終わりにします。じゃあ、ありがとうございました。ヨガのパートの後は精進料理のランチをいただいています。ちょっと食べているところとお料理自体を動画で撮らなかったので、写真で紹介します。そしてこの日のメニューが何だったのかっていう風なご紹介の前に、ぜひ知っておいてほしいなって思うことがあります。毎回精進料理を用意してくださってるんですけど、このメニュー毎回違います。これだけの品数、毎回違うお料理です。もう考えるのも大変ですよね。しかも季節の食材を使ってくださっています。毎回違うメニュー、これだけのメニューを考える、準備する。出汁も全部植物性のものにしていただいてます。だから出汁取ったりとか下ごしらえしたりとかね、もう調理するのも大変だし、もう本当に手間と時間がかかっています。それを分かった上で、なんか感謝とともにですね、美味しくいただいてほしいなっていうふうに思っています。ではこの日のお品書きです。柿の白和え、こんにゃくのネギ塩だれ。こんにゃくは遠山こんにゃくっていうこの地域のこんにゃくを使っています。霜栗芋と椎茸とアスパラの吹き味噌炒め。
下栗芋っていうのは下栗っていう地域のじゃがいもです。レンコンと豆腐挟み揚げ、オクラのごま和え、大学芋、シャインマスカット、高きびご飯、里芋の豆乳ポタージュです。それで精進料理っていうとなんか味が薄いんじゃないか、食べ応えがないんじゃないかっていうイメージを持たれる方が多いようなんですけど、実際そんなことはないです。ちゃんとしっかりお味がついていますし、香りや食感もすごく感じられます。なんか切り方とか火加減とかいろいろな技がねこうあって、食材のいいところを引き出して、すごいそれをもうちゃんと 100% 感じられるっていうことなんだと思うんですけど、一品一品食べ応えがあるお料理となっております。それで毎回驚かされるのが味とか盛り付けとかももちろんそうなんですが、ご主人の包丁の技なんですよね。このこんにゃくを見ていただくと分かりますよね。こんなに細かいの？こんなに均等なの？っていう風に、今回この料理が運ばれてきた時に最初にこんにゃくのこの切れ目に私目がいったんですよね。そしてこのレンコンの豆腐挟み揚げ、この中に多分大葉が入っていたと思うんですけど、しそめちゃめちゃ細かくて、多分包丁で切ったんだと思うんですけど、すごい驚きました。こんな細かいのって。香りもすごかったです。そんな風に感じながら毎回お料理をいただいております。最後にどうして精進料理なのかっていうことをざっくりとお話ししたいと思います。ヨガでは菜食を勧めています。ヨガでは菜食が心を穏やかに保ち、欲をかきたてず、心を純粋に保つ手助けになるっていう考えがあるから菜食を勧めています。なのでヨガと料理のコラボのイベントなので、ヨガに合わせて精進料理をご用意していただいています。